皆さんこんばんは。ゼルダ考察の宇野と言います。ブレスオブザワイルド、薬剤の目視録、スカイウォードソードあたりのネタバレがありそうです。ご注意ください。本作は終焉のものとの決着になるんでしょうか。いやー、何から話せばいいか多分どちらかありますが、ご容赦ください。投資のとりあえずの考察や妄想話をしていきましょうか。ブレワイ続編の正式なタイトルは決まってるか決まっていないかわかりませんが、発表はありませんでしたね。それと薬剤の目視録の方に関してはまた別で動画を作りたいと思っています。今回はブレワイ続編セカンド PV についてだけお話しします。このチャンネルではブレスオブザワイルド続編や薬剤の目視録の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。興味を持っていただけましたらチャンネル登録をよろしくお願いします。視聴者の皆さんの考えや意見もたくさん聞いてみたいです。コメントをお待ちしています。叫びすぎてちょっといつもよりハスキーボイスですが行きましょう。まずドア玉なんですが、このねっとりした怨念っぽいやつ、終焉のものの髪の毛っぽくないですか。直後に出てくるガノンミイラが祈りを捧げているように見えます。一瞬だけ映りましたね。まじないのようにも見えますかね。そしてこのガノンミイラ、前から動画でお話ししていたように手にも胸にもしっかりと穴が開いていますね。ブレワイ続編ファースト PV に出てきたあのミイラと同一のもので、まず間違いないと思います。腰に女神のハープのような形のものをつけていますね。彼はどちらかというとハイラル側の味方と言える人物だったんでしょうか。両手のひら、両手首、胸に丸い穴が開いています。キリストを彷彿とさせますよね。先ほどまじないに見えると言いましたが、終焉のものを復活させようとしていたみたいなことなんでしょうか。例えば薬剤ガノンと名前がついていたものはガノンドロフの体から終焉のものの呪いの部分だけが出てきていたものだったとか、スカイウォードソードのラストでマスターソードの中に終焉のものの残留思念が吸い込まれていったという感じだったと思います。違っていたらすみません。次のシーン、ゼルダが闇の中に落ちていきました。空から地上というよりは地上から地下へ落ちていった感じに解釈できましたね。ファースト PV ではリンクが落ちかけたゼルダの手を掴んでいましたが、これがあの直後で結局助けることができなかったという風に想像しました。そして次のシーンですが、めちゃくちゃ興奮しましたね。ゼルダへの罪悪感を残しながら叫んでしまいました。このリンクの手を広げて落ちていく様はまんまスカオリンクがロフトバードを呼ぶ前の状態ですよね。もしかして終盤にはロフトバードも移動手段の一つとして出たりするんでしょうか。リンクの服装は足元はゼルダの巫女服に近く、その他のふんわりした感じがガノンミイラの服装にも似ているように思います。あのミイラは1万年前の勇者だったんでしょうか。右手には例のローメイハンドがついていますね。バッキーでしょうか。バッキーは左ですね。髪の毛が少し長くなっているように見えます。古代兵装をかぶっている時のような感じ。このシーンは音楽がとても胸に響きました。ブレスオブザワイルドのメインテーマの終盤の方の旋律を繰り返しているように思いましたね。ガノンドロフとのお別れの時間が近づいていることを示唆しているんでしょうか。落ちていっている空に浮かぶ大地はどこなんでしょうね。スカイロフトに島の形が似ています。右端の方が地続きになっていないように見えますね。よく見てみるとハイラル城下町の半円形の噴水周りの広場に見えなくもないです。奥の別の島が紅葉があるように見えるのでアッカレ地方なんでしょうかね。次のシーンです。いちいち情報量が多い。パラセールのデザインが一新されました。よく見るとリト族のあのマークは健在です。謎の盾を背負っています。逆さのシーカーマーク、イーガダンかと思いきや上にもまつげが確認できますよね。例のアグニムの服のマークや無限の砂時計や大地の汽笛のボス鍵を収めるボックスのマークが近いです。がしかしシーカーシンボルの目の両側にあるくるんと丸まってる部分が下にありますので、逆さシーカーシンボルイーガダン由来の盾とも思えてきますよね。目の下の線が途切れてるようなデザインは蛮族装備のお腹のペイントとかなり似ていますね。僕が動画でトライデントで刺したような3つ穴とトライデントに見えると言っていたやつですね。空を飛ぶハイラル城の下側を描いているようにも解釈できます。ゾナウ由来のものと考えるのが良さそうですね。服装はさっきと一緒ですが髪型がドレッドっぽく見えます。よくわかりませんでした。
右奥に見える特徴的なものはかかりこ村のインパのお家の屋根じゃないでしょうか。どうやらハイラル全体がほとんど打ち上がってしまったようにも思えてきますね。雲と同じくらいの高度ということで、スカイウォードソードに出てきた島々よりちょっと低いか同等かくらいの高さですかね。次のシーンです。鳥たちは生きてましたね。よかったです。逃げる鳥かわいい。奥に鳥居のように見えるものがありますが、後のシーンでわかる通り4本足の建造物らしいです。柱に支えられたものというと、ブレワイ作中では古代ハイリアの遺跡がありましたね。あれと近い感じがします。次のシーンです。これはメタグロスですね。ドッキングしました。パシャッと取っときましょう。ここで一句と言いたいところですが、やめときますね。左右上の白い物体はハスの花のつぼみもしくは松ぼっくりに見えます。お腹には見たこともない謎のマーク。腕に当たる部分には不思議な帽子などに出てきたグフや聖域のデザインにかなり似ています。この魔物が一つ目というのは意識しているんでしょうね。次のシーンです。これは岩区ですね。すみませんでした。ずうずうしく岩ロックの上に基地を作っちゃうちょい悪ボコちゃんたち。角が伸びてかなり調子に乗っていますね。ここでのリンクは英傑の服とハイリア装備という続編ファースト PV の装いです。パラセールの全貌が明らかになってきました。デスマウンテンは静まり返っていて、文字通りデスマウンテン。しかし地上が無事なようで安心しましたよ。薬剤ガノンにとって脅威となるような場所が天空に打ち上がったと考えられます。遠くに桜の木があるのかと一瞬思いましたけど、おそらく平原の牧場跡のサイロじゃないかなということで、ここはハイラル平原なんでしょうね。薬剤ガノンが本格的に復活して、ボコちゃんたちも本気出してきました。いやー、可愛いですね。次のシーンです。例のローメイハンド。円形に並んだ見覚えのない文字が並んでいます。ゾナウ文字と名付けておきましょうか。快晴の祠ではなさそうですが、同じような技術でコールドスリープに入ったようにも見えます。液体は染み出していませんけどね。次のシーンです。トゲ鉄球を転がしてきますけど、リンクが時を戻す能力で物体の時間だけを戻しています。かわいそうなボコちゃんたち。ブレワイ作中でビタロックを起動している時には周りのフィールドは黄色くなっていましたね。時空を操る能力は黄色で表されるといった感じでしょうか。もしかしたらこの能力がビタロックの元になったのかもしれませんね。例えば続編には他にもアイスメーカーのパワーアップ版やマグネキャッチのパワーアップ版などが出てくるんでしょうかね。1万年前の勇者はこれらの能力を使っていたんじゃないでしょうか。僕が驚いたのはリンクの手のひらの中心が穴が開いたように光ったことです。手のひらの穴といえばガノンミイラと一緒ですね。あのミイラは1万年前の勇者説が濃厚になってきました。でも捉えられているように見えることや終焉のものみたいな人物に祈りを捧げているように見えることから、勇者がハイラル王国に裏切られて復讐に燃えているか、終焉のものの呪いに囚われてしまってハイラル王国を裏切ったみたいな妄想をしました。1万年前の勇者がガノンドロフ説も出てきましたね。いやー、ワクワクします。皆さんにはどう映りましたかね。コメントいただけると考察がはかどって助かります。次のシーンです。ライクなのかローバーなのか、過去作の魔物がついに出てきたんでしょうか。触手系かな。リンクの左手、竜の形をしたごついアームから炎が出ています。明らかにゾナウ案件です。ドラゴンのほっぺたのあたりにあったあの渦巻き、トアプリの影の世界のマークそっくりですね。僕普段はあんまり大げさな表現をしない方なんですが、マジで今作は神ゲー確定かもしれません。縦にくっついてるみたいです。超シュール。スローで観察すると口の中に影の世界の住人のあの緑の模様が浮かび上がってました。影の世界とゾナウとの関連もほぼ確定ですかね。次のシーンです。逆再生のミルククラウン。この能力で天空に行くようですが、地面にマークがあることから所定のところからもう一つの世界に行くって、これ神トラととても近いです。ワクワクが止まらないですね。そして逆再生ということで上から滴るこの液体に不思議な能力があると考えられます。時空石との関係も気になりますね。茶色い石材というところからゲルド遺跡を思わせる遺跡です。リンクが突っ込んでいきました。壁を通り抜けて無事に到着したようですね。先ほどのグリーンメタグロスの両側の松ぼっくりと同じものがあります。食台？松ぼっくりといえば連想するのは消化体第3の目ですね。
そのうち動画でお話ししようかとずっと温めてましたが、気になった方は検索してみてください。そして松ぼっくりというキーワードにつながるのは、ブレワイではボックリンですね。この遺跡との関連はわかりません。そもそもハスの花のつぼみにも似ていますしね。ハスの花といえばスカイウォードソードに仏教デザインの古の大石窟がありましたね。関連が超気になる。奥の扉、影の宮殿に浮き出ていた模様に似ています。映像が進むと、流血樹がモデルと思われるあの木が並ぶ血流れ湿地帯、雷の大地のすぐ近くだということがわかります。この浮いている遺跡は雷の大地の下から出てきたんでしょうか。前回の動画でゾナウ遺跡の全てが空を飛べる構造になっていると考えているとお話ししましたね。あながち間違いではなかったのかもしれません。次のシーンです。ファースト PV の最後のシーンもハイラル城の近くから捉えたシーンかと思います。まがまがしい雰囲気のハイラル城、こう言っちゃなんですがとてもかっこいいですよね。そういえばゼルダは地下に落ちていってどうなったんでしょうか。もしかしたら今作は地上と天空をリンクで、地下をゼルダで冒険するという作りなのかもしれませんね。天空に行っている時と地上でのリンクの姿が綺麗に分かれていることから、あの快晴の祠のような装置で太古の昔にリンクが行くのか、伝承の勇者をアバターとして過去を救うのかは分かりませんが、過去に飛んでリンク自身が伝承の勇者になるみたいなお話なのかもしれませんね。要するに地上は現在で天空は過去といったような見方もできるのかなと。鶏か卵かというような矛盾がありますが、こういうお話に矛盾はつきものですからね。大胆な妄想をしてみました。さらっと流しながら考察してきましたけど、いかがだったでしょうか。この動画を楽しめた方は2秒ほどいただいて高評価ボタンをポチッと押していただけると、また動画作りを頑張れますので、ぜひお願いします。数えてみたら、今まで70ほどの考察動画を出してきたようです。情報が出たので、ここからまた動画の投稿頻度を上げていきたいと考えています。もし興味を持っていただけた方は、一つでも他の動画を見てくださると嬉しいです。今回の映像についてのコメントもたくさんお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。